はい、それでは定期通信メロン農家通信、今日も始めていきたいと思います。今日は2026年1月の24日、寒いヤギたち、ようちゃんヤギお伝えしていきたいと思います。はい、早いな。もう先週の今頃は奥田くんが来て一緒に動画撮ったりしてて、そうですね、ここの概要欄に貼っつけとくので、ここら辺に多分奥田くんと撮ったシークワーサーの種を植えるっていう動画も作ってあるので、ぜひ見てみてください。はい、では行きます。1号ネットが出てきました。この間うっすらネットが出てきたんだけど、もう結構ネットが進んできた。悪くないよ。いいネット。きっちり走って。先週のやつで、固めだ、柔らかめだって言ってたけど、ちょうどいいぐらいの。この3つか。これが一番緩いって言ってたやつ。確かに肥大が、あれだね。天気が良かったから、非常にまとまりのあるネットになってきました。前回ここでちょっと水を増やしすぎて、第2ネットが大荒れしたので、そこまで水を増やさないように注意してやってます。はい。いいよ。いい出来。1号。そして、2号。2号。先週は後一杯仲間の農家と奥田くんと一緒に一杯飲んだんだけど、すごく楽しかったな。ミラクルフルーツがまだ効いてて、焼酎のシークワーサー割りがすごく甘く感じましたね。はい、そして2号、ここはネットがほぼ決まりかけております。まだまだちょっと細かいネットこれから出てくるんですけど、しっかり緩んだ。さっきと音が違う。これもう第2肥大期だよ。結構しっかり緩んだ。温度上げてないのにしっかり緩んでくれた。いい感じ。しっかりと。もうちょっと水増やした予定だったっけ。乾いてんな。水かかってないのかな。いやどうなんだ。液肥をかけたから、いや大丈夫だ。多分水結構飲んでるんだと思う。この植物が結構しっかりかけたのに結構乾くから水が効いてるんだと思う。悪くないな。さあ、ここは収穫が終わってで、またもうちょっとしたら植える支度ですけど、その前にこっち隣を明日蒸気やって、いやでも本当に寒かったな。すげえ寒かった。昨日がマックスに寒かったのかな。マイナス2度とか3度とかだったな。今日はマイナス1度ぐらいまで下がったかな。こんな時に注意しなきゃいけないのは、朝外の水道というか水とかのやつをそう簡単にこう触らないこと。ある程度や例えばこんな外のバルブなんか今多分もう暖かくなってあれだからいいけど、凍結したりして破裂したりするから、やべえ、ここのところとか後で巻いとこう。絶対凍るやつ。そしてここ F5 をやってある部屋です。 F5 は別にこれ単品 F5 なんだけど、単品の動画を撮ってあるので、それをまとめて F5 として出そうと思います。これがあと2日ぐらいで後輩になりそうです。
でこっちのうちのやつはもう今日から少しポチポチ交配が始まって、明日もう満開ですね。いい感じよ。天気がいいからね。で F5 がねどんどん揃ってきた。 F1、F2 から比べてどんどん揃ってきた。こう育ちが揃うっていうことは多分まとまってきてるんだよね。なんつうの、血があと3台作れば大体ほぼばらけなくなってくる。 99. 何%で、その次がこれはね4種類のメロンやってある部屋です。ここも順調にいっております。この動画、4種類のメロンの動画も来週中に1本は出していきます。1回目の静止を丁寧にやって話する動画を出します。で毎回ここに来てあれなんだけど、今月中1月中にあともう1週間しかないんだけど、本剪定していきます。その動画も早めに出します。どうやら今が寒さのマックスのようで、今の寒気まだしばらく居座るそうなんですけど、これが今マックス一番寒い時期のようで、気象庁の長期予報とか見てみると2月からは少し暖かくなってくるっていうことだから、ブドウが下手したら水上げてきちゃうと、もう剪定して水が出てきちゃうとこの剪定したところが傷んだりするので、あと早めにやらなきゃならないな。はい。で今はワンオペですね。一人でやってます。っていうのもかみさんが今日から台湾に子供たちと、あとは妹夫婦とちょっと旅行に行ったりしてるので、一人で見ていかないといけない。ここはもう活着して今生産中。そしてこっちのちっちゃいやつが先週奥田くんが来る前に植えたやつなので、定食してちょうど1週間。まずこっちからね、これ今生産中です。今日で生産して5日目かな。5日、生産後5日経ってます。まだ水が切れてこない。ここの部屋はやっぱりでかいから、3クォーターの向こうのちっちゃい部屋から比べると光線の入りがやっぱりちょっといまいちなんだよね。だから乾くのもちょっと時間がかかる。でもしっかり乾かせてあげよう、最初の生産は。でこれが先週定食してちょうど1週間経つメロン。葉っぱが大きくなって、植えた時の葉っぱが大きくなって緑になってきたので、もう活着して生産に入ってます。生産2日目かな。水断水して2日。まだまだ全然へっちゃら、なんともない。はい、そんな感じです。トマトもだいぶもげてきたな。だんだんもげてきたけど納得いかない。もう来年はまたちょっと品種を考えて、もうちょっとちゃんとできるようにしないといけない。でここ先週もそうそう交配だっつうか、交配が始まったって言ったやつももう交配終わりましたね。ほぼ終わり。こっちの入り口の方が影になって乾きが悪いからちょっと遅いんですけど、もう交配親指台だいたいこれで4日5日。もうちょっと早いやつはこんな。もうペース的には悪くないね。いいと思う。全然大丈夫。いや天気がいいからなんとかなったな。よかったな。
本当に難しいぜ。でもだいぶメロンが良くなってきました。良かったです。ちょっと心配をしていたんだよな。そしてじゃあコメント返しいきますか。はい、コメント返しと、またあれを見ながら、あ、そうだ、そうそう、昨日寒すぎてここのハウス何も植わってなかったから、粉じらみとかが発生して入り込むと嫌なので開けっぱなしにしてて、ここの横でかなり寒くて、でね、破裂した、割れた、困った、直さないといけない。ちょん切ってギュッてまたつながないといけない。破裂、甘く見てました。ここ数年そんなに破裂するようなことっていうか、ここ冬の間も栽培してたから、そんなこと経験がなかった。冬はね、開けっぱなしはダメだね。特に寒気が来た時とかは気をつけないとダメだ。はい、そんな感じです。そしてこの寒さでちょっと心配になってきた。いつものあれだったらだんだんと葉っぱが寂しくなってきて、でも今週が多分山だと思うので耐え切ってほしいな。頑張れ、死ぬなよ。はい、ではコメント返し、下の方からいきましょう。先週の農園通信、で名古屋みーちんさん、森田さんこんばんは。今日まだ出てないだろうと茎のところを草刈りしていたら茎の塔がもう出てました。半分は天ぷらにして、あとの半分は吹き味噌にします。天ぷらはほんのり苦くて美味しかったです。いいね、吹きの塔。やっぱりなんかちょっと早いというか、あれなんだよ、この寒気が来る前はあったかかったもん。もうちょっと3月並みの温度だとかってやつだったから、多分それで1回出てもう目を覚ましちゃったんかもしれないですね。はい。次、秋冬系4種類のメロン栽培の動画で、ミネコやんばるさん、そうね、4種類のメロンにアザミウマが出たって言って、虫の駆除お疲れ様っていう来てます。はい、虫の駆除、アザミウマをしっかり退治するなり対応しないと大変なことになります。メロンにならなくなります。はい。で、井戸掘りの給水管を作る道具は、とちさん。メッシュの素材はナイロンですか、それともステンレスでしょうか。ステンレスじゃないです。メッシュ、なんつうの、地元の僕ん家の近くの金物屋の屋に行って、森田に井戸を掘ってもらうっていうと出てくるその井戸のメッシュなんですけど、なんだかな、防虫ネットみたいな、ナイロンって言えばナイロンなのかな、防虫ネットみたいなやつですね。で、だいたい確か1ミリ目かな、1ミリ目です。ステンレスじゃないです。はい、それでは先週のメロン通信、ちーくんお疲れ様です。来週は寒気が長居するみたいで、予報では最高気温が0度の日、最高気温が0度。そうだ、ちーくんとこ寒いんだ。信州、長野だ、長野。いよいよ冬の信州の本領発揮みたいです。我が家から45分ぐらいで、たびたび日本一の寒さを記録する菅平では、先週最低気温が氷点下18度の日もあったみたい。氷点下3度でああやって水道凍らしてるような人間に氷点下18度はやべえな。
また質問なんですが、メロン1株を鉢植え栽培するにあたって適切な鉢のサイズは、何号鉢でしょうか。今は直径20センチ、高さ30センチぐらいです。もっと大きい方がいいのかな。来週の動画も楽しみに待ってます。20センチで深さ30センチ。ギリギリかな。ちょっと小さいぐらいかな。あれだったら、肥やし袋。この肥料袋をこう切って、肥料袋の半分ぐらい土と培土を入れて、で、下に、肥料袋の下にこう排水の穴を開けてあげて栽培するっていう方法もあります。結構ね、それでやってる人はいるな。やっぱり、30センチぐらい欲しいかな。直径30センチ。どれくらいだろうな。これぐらいの大きさの鉢がいいかもしれない。これぐらいあれば十分でしょう。1本のメロンできると思います。で、菅平寒いんだね。これはちょっと本格的に春にならないとメロン作るのがちょっと難しいかな。温度が低すぎる。はい、それでは純一さん、いつも楽しく拝見しております。弟子を取るにあたり何か条件ありますか。メロンに対する情熱など聞くのですが、好きなメロンの銘柄と理想な詳細なメロンを聞きたいです。特にないんだ。真面目そうかどうかというか僕のところにご見学に来るなり来て、でうちが気に入るのかどうかっていうのがまずあるかな。っていうか、教えるのは大変。自分のためにというか、教えることによってまた改めて思い出すというか、改めてこう自分のやってることをもう一回見直すっていうところもあったりするから、教えたりはするんですけど、で僕が教えたからってうまくいくかどうかもわからないし、なかなかそこまでは責任持てないけど、ただ僕がやってることは偽りなくというか隠すところなく全部教えるようにはしている。でそれを素直にやってくれるかどうかっていうところがあるかもしれないな。なのでメロンについてもしあれだったら一回僕のところ見学に来るのもいいんじゃないですか。もし来れれば純一さん。好きなメロンの銘柄はって言われると、アールスメロン立ち作りで1個一家で取る、中が黄色系の青肉メロンですね。特に品種も自分で作ったりしてるから、うちのやっぱり品種は結構すっげえ風だ。しかも南になったな。南から風が来る。そうですね。だからその黄緑の純系マスクメロンもそうだし、今いろんな品種、種屋の品種とかやってると、やっぱりその個性がいろいろ面白いから、その中でいろいろやっていくのもいいのかもしれないし、いや種がもともとないんだろうな。そうだな。僕もお父さんなりなんなりとか、あと組合のから引き継がれた種のを自分で少しずつ選抜とかしながらやってるから、でも美味しいんだよね。滑らかで硬くないし、メロンそのうちのメロンとかは。で糖度も乗る、そのようにと選抜してきたからな。だからそんなのが理想のメロンかな。あとは第一は味が美味しい。そして第二に顔が美しくできるっていうか、綺麗なネットが張る。両方が伴ってれば最高ですね。それを作りたい。はい、次いきます。次はジアさん。これはあなたの農場で種メロンを購入できますか。種メロンは購入できないな。
まあもし来れば購入はできないけど、何粒か F1 にした種は F1 の種は別に少し試しにあげてみてもいいけど、まあ、F1 にしたら今何代目何代目ってやってるけど、固定させるのも大変だしね。F1 ってよくできてて、やっぱりなかなか F2 になるとばらけたりするので、同じものがそう簡単にはできないっていうのはあるね。そうなんです。もし来てあれば、まあいろいろ考えます。これは4種類のメロン栽培の水切りの動画、先週上げた動画だ。で、本田さんすごいね、ありがとうございます。すごくもないです。普通にメロン作り普通ですで、次、5分で3メートルの井戸を掘った動画。ゆういちさん、刺すのがうまいですね。刺すのうまいんですよ。刺すのが楽しい。掘るのも楽しいんだけど、最後刺して気持ちよく最後まで刺さるとすごく楽しいです。はい、コメントありがとうございます。これもマヤワンドさん。何語だ？何語かわからないな。何語かわからないけど、温室の屋根にはどのような材料が使われているのですが、ガラスです。ガラスでやってます。コメントありがとうございます。これは何語なんだろうな。この人はマヤワンドシャフィーラス国は書いてないけど、日本国は書いてないから日本なのか。日本ではないな、間違いなく。奥田君と作ったミラクルルーツのでシークワーサーの種のをまいてみる動画のコメントが来ております。峰子やんばるさん、ミラクルルーツってすごい調べてみました。シークワーサーは、8月頃から出回り、最初は青い、最初は青い、和名はヒラミレモンともいう。1月のシークワーサーは熟していますね。クガニーとは黄金色、沖縄語ではクガニーというそうです。黄金色って感じが、というそうです。シークワーサーは2月頃までだから熟したのかな。シークワーサーって沖縄だと2月で1回終わるんだな。苗木は沖縄から持ち出し禁止です。埼玉までは大丈夫なのかしらね。そこら辺慎重に取り扱ってほしいですね。苗木はそうなんでしょうけど、結局入ってる種を勝手にまいたので、もうでもそれは禁止しようがないんだと思うからな。もし出ればね、出たらちゃんとにやりますけど。じゃあ今ネットとかでシークワーサーで売ってるやつは多分沖縄から来るんじゃないのかな。こっちでできたやつを沖縄でっていうことなのか。そういうこともあるんだ。参考になります。ありがとうございます。さらに名古屋ミーチンさんも同じ動画で、シークワーサーの意味は沖縄語で酸を食わすものだとテレビで言ってみました。だから酸っぱいってことでしょ。酸を食わすものさ、酸食わすものシークワーサー、なんかだんだんいきそうな気がする。いかにも酸っぱそうな意味ですね。自分は青いものだけを取っています。
だから青いものをこう何かにかける、例えば魚とか焼酎に入れるとかで食うまでやるんだったら完熟までしてもいいってことか。まあ自分で栽培するにあたってそうだな、青いやつとこからどんどん使っていって、もし使い切れなかったら最終的に食っちゃえばいいんだからな。はい、参考になります。ありがとうございます。夏に猛暑を利用してダイソーのブルーシートでシート使用済みビニールでダイソーのブルーシートと使用済みビニールで太陽熱除草をした動画のコメント、オキム8807さん、空気の通気性なのか光の透過性なのか、端をきっちり地面に押し付けて空気が出入りしないようにするのも大事そう。確かに空気が入るとやっぱりこうなんつうのかな、冷めちゃうというか、中のやつをかなり密閉してあげてきっちり殺してあげる。そう全部が空気が入らないようにすればもう半日で抹茶色に全部やっつけられる。雑草やっつけられます。はい、コメントありがとうございます。これぐらいかな。今回は外国の方が2人もコメントくれてる。僕の動画10カ国ぐらいGoogle さんに自動翻訳してもらって、それを僕が添削して、でそれをこうその国の言葉に、その国の端末で見るとその国の言葉に字幕が出るように Google さんにしてもらってるので、意外と外国の方が見てくれてるんだよな。この間来た中国人の方も、奥田くんの次の日に中国人の方が来てうちのメロン見てったんだけど、すごく良かったな。その人たち、4人で来たんだけど、うちのメロン買ってったし、でうちのメロン食べて、前日には静岡の方とかいろいろ行ってって、であとは千匹屋で28,000円のメロン買ったって言ってた。それも僕の動画を見て日本に行ったらそれを買うって決めてたらしい。で食べて、でうちのもうちで味見に完熟つが柔らかくなったやつと、もうもぎたて前の部屋でもいだやつがもう結構柔らかくなってたやつと、あとはこの部屋でその日にもいだやつ、まだ硬いって説明してあれしたら、すげえうめえっつって喜んでたな。なぜか知らないけど千葉のメロンが一番美味しいんですよっつっての中国の人は言ってたな。中国の方ではなんかそういうことになってる場所もあるみたいで嬉しいことですね、糖度的には。ただやっぱり静岡のメロンの方が美しいとは言ってた。それはそうかもしれない。そうかもしれないというか、そうだね、顔は一生懸命作るからね。そんな感じですね。でまだまだ今週来週も寒気がちょっと居座りそうなので、ちょっと警戒してやっていこうとは思います。であれですね、解散したから選挙でうるさくなるな、騒がしくなるな。2月8日が投票日らしいので、僕は選挙ちゃんとに投票に行くタイプなんですけど、選挙に行くと投票しましたっていう用紙をわざわざもらってきて集めてあります。もう何枚もあるな。はい、そんな感じで今週も来週も頑張っていこうと思います。そして来週中には4種類のメロンの続きと何か動画をできれば間に合えばシャインマスカットの剪定動画、あとはシャインマスカットに石灰とあとは堆肥も撒いてあげたいんだけど、なかなかそれができてないので、そんな動画も撮って出していこうと思います。そして今3時半ぐらいかな。まだ太陽高いんだけど寒い、本当に寒い。5度とか6度あってもそれぐらいしかないな。寒いよ、寒い。まだ寒い日が続きます。皆さんも寒さに負けないように
着込んで1週間頑張っていきましょう。それではちょうど30分も動画付き合ってくれてありがとうございました。もしよかったらグッドボタンをください。以上です。